なんか、はい、動画から来たんで。あ、そうなんですね。五目チャーハンに使っている具材と調味料を教えてください。具材がハム、レタス、チャーシュー、特製のチャーシューです。調味料はシンプルに塩と醤油と、特製のなんか入れてます。作る時に何かこう気をつけていること、こだわっていることってあるんでしょうか。米見てるんですかね。米焼く、チャーハンで焼いてですかね。まあ柔らかさとかでもあるんで。食べた時に食感が割とそのべちゃっともしてないし、ああ、はい。パラパラやなとそう思ってですね、パラパラ。なんかこう鍋振りのコツとか、なんか自分なりの気をつけていることありますか。特には別にないんで。感覚で。そうですね、感覚か。チャーハンの何か、はい、そうですね。このメニューができたきっかけだったりとか、何かこれにまつわるエピソードってありますか。うち代表が、ホテル出身の中華やっとったんで、シンプルチャーハンですね。もうその具材、素材の味を生かすじゃないですか。まあ、シンプルチャーハンがうちの売りなんで、まあ、チャーハンはちょっと自信ある。だけどチャーシューとハム両方そのお肉使うっていうのは結構面白いかなと思って、そうですね、面白いですね。うちチャーシューも自家製なんで、まあ、自信あるんで、そこで引き立たせてる感じですかね。これはどれぐらいつけてるんですか。工程が焼いて煮てそこから味入れるんで4時間ぐらい。特注
イナさんの創業はいつになりますか？創業はね9年前、2017年17年ぐらい、ウツボ公園からスタートしてるね、代表が。そっから西田辺にコロナ前に来て、ウツボ公園の時にトクチャイナというお名前徳でチャイナ、そう別ですね、のところにお店があってお移店があって動してきたっていう感じです。移動してきて、こっち移転してきて何年その時は代表やったの、僕はいなかったんですけど、コロナ前やから結構7年か、7年ぐらい。お酒もたくさんお店の中に置いてあるんですけど。そうなんです、お酒大好きなんでちょっと種類はあります。テキーラとかもハブ酒とかもある。そうですよね。紹興酒とかも結構あるんで、3年5年8年、そしたら盛り上がってきたら大体もうワイワイ。そうですね、ワイワイ、そうですね、ワイワイする時もあれば。すみません。チンジャオロースに使っている具材と、調味料を教えてください。具材はピーマン、パプリカ、玉ねぎで、あとは豚糸酢の調味料は、オイスターベースで、自家製の調味料を使ってます。自家製の、合わせ調味料みたいな。そうですね、オイスターベースで。鍋振られてる時のこだわりだったりとか。特にはないんですけど、光沢を見せるように、油とか、タイミングとか。調整されてたのはあれは何もそうですか？片栗。片栗。それがそのそうですね。照りのある。そうです。そんな感じです。火力結構もう爆発的な。そうですね。あれ感じ。もう僕はそうやってます。爆発的に、ですかね。チンジャオロースは結構人気のメニューですか？そうですね、人気ですね。よく出ます。お昼夜問わず。夜、ランチがなくて週とかでやってるんですけど、夜は結構出ます。鍋振られてる時、かなりこうじっとお料理を見ていられる姿がすごく印象的だったんですよ。はい。これは何をこう見てる時はどういうこと考えられてるんですか？ちゃんとまんべんなく焼けてるんかどうか見てます。チンジャオロースのことで何かこだわりあったら教えていただきたいんですが、ちゃんと均一にしてるかどうかはタイミングですかね。どういうきっかけでお店に来られたんですか？僕は代表とは僕もお酒好きなんで、飲みのところで知り合って、でそこから僕本職やっておったんですけど、その合間で手伝いに来てくれへんかっていうので、手伝いに行ったんがきっかけで、それで僕そのね代表の料理に惚れて、で本職も辞めてここで修行して教えてもらって、一応今責任者じゃないですけどやらせてもらってます。本職って何されてたんですか？前はもう工場でベアリングとか作ってたんです。完全に全然違う。畑違い。いきなりやっぱ来る時ちょっと勇気いりませんか？勇気いってね、料理も好きやったんで、
このお店に来られる前まではそのお料理とかもそんなに趣味程度で趣味程度そういう好きは好きやったっすよ、作るの。本格的にこう中華でやるってそうですねいうのはここが中華って多分触ったことなくて、家ではほぼできひんって思っとったんで、やっぱり家で作る中華全然あれやったんですよ。それで余計興味なかったんですけど、やっぱりめちゃくちゃ美味しくて、で僕もそういう風になりたいなって思ったんで教えてもらいました。でも今日割と作られてる時にその感覚でやられてるっておっしゃってたと思うんですけども、はい、それを掴むまでには結構いろいろこう努力とか工夫されましたか？そうですね、もう見て横で見て、そのタイミングでそういうことかみたいな感じですかね。そのオーナーさんが店長さんの、そう料理の先生っていう感じ先生ですね。それはありがたいですね。豚ミンチネギっすね。黒いつぶつぶのやつこれがトーチっていう中華料理は結構入ってるかな。あと豆板醤とあと甜麺醤入ってます。この他醤油オイスターを後から入れるんで。麻婆豆腐に使っている具材と調味料から調味料は豆板醤と甜麺醤、自家製甜麺醤ですね。自家製の豆板醤と、あとトーチとネギと豚ミンチ、醤油、オイスター以上です。最後に上から振りかけられてたのはあれは山椒です。はい。調理の過程はどんな感じですか？特に気ぃつけてるのはやっぱり火加減とタイミングなんで、それで味が結構ブレちゃうんで、そこは重点的には気ぃつけてますね。火加減っていうのは、最初は結構な調味料とか入れてしっかり焼いて、あそこで味がグッと入るんで。結構焼くのはなんでなんですか？コクが出るんで、もう美味しくなる。もう多分全然違うと思う。焼くか焼かへんかったら全然味が違う。そこは気ぃつけてますね。あとはタイミングとかスープを途中で入れるタイミングとかも結構重要ってことですか？そうです。タイミングが早かったりとかしたら全然味変わってくるんで、し
しっかり焼き切った後にスープを入れるっていうのが重要。そうですね。焼きすぎてもダメやし、気をつけてますね。メニューとか作ってるところ見てると、はいかなり本格中華のそう作りだけど結構リーズナブルに食べれるっていうところが強みなのかなと思って。そうですね。まさにもうおっしゃる通り、そこが一応コンセプト。一番人気は何ですか？一番人気はやっぱり麻婆豆腐ですね。麻婆がすごい人気ですね。麻婆豆腐って何種類かありますか？いや、うちは一種類一種類で、辛さとかは言ってくれたら全然段階あるんですけど。結構中華屋さんで麻婆豆腐っていうと定番で、はいかなり他のお店でもいろいろなお店独自の味があると思うんですが、そうですね。トップチャイナさんの麻婆豆腐の味はどういう味なんですか？基本は四川麻婆なんですけど、代表はホテル中華出身なんで、ホテル中華の麻婆豆腐ですかね。辛さ的にはうち一応激辛麻婆とかもできるんですけど、もうちょっと辛くしてほしいとかなったら全然めちゃめちゃ辛くもできますし、でもそんな多分うちはそこまで辛くないと思うんです。ベースはほんまに辛くないんで、子供から年配の全然食べれるとは思ってますね。レモン酢豚の、に使っている具材は豚ですか？豚はそうですね。豚フィレ、豚ヒレ肉ですね。そうですね。フィレ肉を使用して。で一度素揚げして、そうです。揚げて。ソースは特徴的なソースだったんですけど、そうですねどういう作り方をされてるんですか？自家製ソースでレモンベース。何が加わっているかは秘密って感じ。内緒ですね。内緒です。味わい的にはどんな味のソースになってますか？結構甘めで、レモンだし酸っぱくて、夏とかは結構さっぱりしたやつなんで、女性とかには大人気。夜メインなんで結構夜人気で出たり結構します。その夜お酒のあてにみたいな感じでも。そうですね。当てにもいけますし、ちっちゃい子も全然甘めなんで結構そうなんですよ。好き。子は好きですね。このメニューを作ったきっかけは何かあったんですか？いや、発案はもう代表が女性に人気のメニューを作ったとは思うんで。酢豚とレモンっていう掛け合わせは新しいなと思うんですけど。新しいですね。すごいな思う。ソース自体にもレモンの味が入ってるんですか？そうですね。ソース自体にレモンの味。豚肉をフィレ肉使う理由はあるんですか？やっぱりね、食感がいいし美味しいと思う。他の酢豚レモンありますか？他の酢豚もフィレ肉使ってるんで、レモン酢豚、王道の酢豚、いわゆるケチャップ酢豚じゃないですけど、それとあとうちは黒酢酢豚もあるんですよ。3種類あるんで。好みによってどの酢豚でもそうですそうですいけるような感じ。そうです。今回はね、レモン酢豚ちょっと珍しいんでどうですかというね、おすすめはしたんですけど、
普通の酢豚も大人気なんで他にも、お店ならではの変わったメニューがあったりします。黒酢酢豚もありますけど、トムヤムクンチャーハン、トムヤムクンラーメン、結構辛いの好きな人は結構人気なメニューになってるんで、僕もトムヤムクンチャーハンは大好きなんで。このお店は普段お客様のそのはい年齢層だったりとかはもうほんまに子供から、ね、おじいちゃんおばあちゃんまでほんまに来ていただいて、ほんまにありがとう。やっぱり地元の常連さんみたいな人が多いですか？よくそう見るです顔ね、多いですね。やっぱり常連さんがほんまによく来てくれるんで、まあ、一見さんもいますけど、常連さんが結構ほぼ主流じゃないですけど、ありがたいここのお店はそしたら、どういう特徴のお店だと思いますか？と。お客さんと喋るの大好きなんで、気軽にこう喋ってくれたら僕も喋るんで、まあアットホームな感じではやっては行ってますね。うちは。何歳ぐらいの時にこうここさん変えられたんですかね。もともとは入っとったんで、バイトとかで、まあ、それで3、4年ぐらいですかね。今おいくつになるんですか？僕30、今年8になるんじゃあで、結構35歳とかそうですね、の5、時に6歳の時に、そうですね、もう本職は辞めてみたいな感じですかね。1、2年前ぐらい。まあそれまでは全然特茶屋なんでおったんで。今では仕事変わってよかったなとか。あ、そうっすよ。全然めっちゃ、やっぱりね、こう、お客さんとも喋れるんで、ありがとう、美味しかったわって言われるのが一番やっぱり、ほんまに嬉しい。やりがいがある仕事やなと、思うっすね。今後ここの責任者としてお店をどうしていきたいとかあったら教えてください。でもみんながね、笑ってワイワイなって、子供らが大きくなってもちょっと挨拶ねしに来てくれるような中華屋さんにしたいなと思ってるんで。